今日はミラノ風ドリアを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日はミラノ風ドリアを作りたいと思います。はい、ということで今回はですね、サイゼリヤでも大人気なミラノ風ドリアを作っていきたいと思います。このミラノ風ドリアなんですが、ホワイトソースとミートソースを使っていくんですけれども、この2つのソースを電子レンジで簡単に作っていきたいと思います。さらにご飯に関しましてもターメリックを使って炊飯していきたいと思います。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それではまずはじめにご飯の材料からご紹介します。材料はこちらです。お米、有塩バター、顆粒コンソメ、ターメリック。こちらの4つの材料でお米を炊いていきます。こちら、ターメリックを使って色付けしたいと思います。そこにコンソメで軽く味付けをしていきます。コンソメがない場合は塩コショウでも OK です。それでは続いてミートソースの材料をご紹介します。材料はこちらです。合いびき肉、玉ねぎ、トマトの缶詰、ケチャップ、ウスターソース、蜂蜜、料理酒、顆粒コンソメ、おろしにんにく、薄力粉、オリーブオイル、塩コショウ、トマトソースはこちらの材料で作っていきます。トマトソースの味付けのポイントは蜂蜜です。この蜂蜜を少し加えていただくとコクが出てとても美味しい仕上がりになります。そしてトマトの缶詰なんですが、今回はホールタイプのトマトの缶詰を使っていきます。カットタイプでもいいんですけれども、ホールタイプの方が旨味があって美味しいので、おすすめはホールタイプです。それでは続いてホワイトソースの材料をご紹介します。材料はこちらです。牛乳、薄力粉、有塩バター、顆粒コンソメ、塩コショウ。こちらの材料でホワイトソースを作っていきます。これもね、とてもシンプルな材料で作っていきます。バターもね、有塩バターを使うようにしてください。そしてトッピングの材料はこちらです。粉チーズとパセリ。こちらの2つをトッピングに使います。パセリに関しましては、今回生のパセリを使いますが、乾燥パセリを使っていただいても OK です。ということで、早速こちらの材料で作っていきます。それでは作っていきます。まずね、お米から炊いていきます。こちらのお米をまず水洗いしてください。はい、水洗いして釜の中にお米を入れてください。そうしましたら2合目盛りのところまでお水を入れます。そしてこの中に顆粒コンソメ、そしてターメリックを加えます。これで一度ね、よく混ぜてください。はい。で、よく混ぜたら次にこちらバターをね、ちょっとちっちゃめに切って、そして全体に散らしていきます。はい、OK です。それではこちらを通常炊飯していきます。それでは続いてミートソースを作っていきます。まずはじめに玉ねぎをみじん切りにしていきます。半分に切って、みじん切りのやり方はね、やりやすい方法でやってみてください。では切っていきます。はい、玉ねぎはこのようにみじん切りにしてください。そしたらこちらの玉ねぎは耐熱のボウルの中に入れていきます。はい、このようにボウルの中に入れてください。そうしましたらここにふんわりラップをかけます。そして空気の出入り口を1箇所作っておいてください。それではこちらを電子レンジ 600W で1分加熱します。はい、1分加熱しました。そしたらラップを外します。このようにね、玉ねぎには軽くね、あらかじめ火を通しておきます。そしたらちょっと広げて、そしてこの上にまず合いびき肉、そしておろしにんにく、そしてオリーブオイル、あとはトマトケチャップ、そしてウスターソース、顆粒コンソメ、そして蜂蜜、あとは塩コショウですね。こちら適量です。そして料理酒を入れてください。あとですね、薄力粉も入れていきます。薄力粉は必ずね、ふるって加えるようにしてください。このようにね、全部材料を入れたら、こちらを一度よく混ぜてください。そして全体を混ぜたら、ここにホールトマトの缶詰を入れてください。そして軽くホールトマトを崩します。はい、こんな感じです。そうしましたらここにまたふんわりとラップをかけてください。そしてこちらを電子レンジ 600W で5分加熱します。この時も空気の出入り口を必ず1箇所作っておいてください。
はい、5分加熱しました。そうしましたら一度ラップを外します。そしてこちらをですね、一度よく混ぜてください。ひき肉をね、ほぐすように混ぜましょう。この時ね、ホールトマトもさらにね、こうやって潰すように混ぜてください。はい、OK です。今ね、まだちょっとシャバシャバの状態です。そうしましたら先ほどのラップをもう一度かけます。この時もですね、1箇所空気の出入り口を作ってください。それではこちらをまた電子レンジ 600W で5分加熱します。はい、5分加熱しました。そしたらもう一度ラップを外してください。この時もやけどしないように十分に気をつけてください。そしてもう一度よく混ぜましょう。はい、このようによく混ぜてください。まだね、少し水分量が多いので、今度はラップを外して程よい水分量になるまで加熱していきます。この水分量なんですが、トマトの缶詰によって水分量が変わる場合があります。さらにレンジの種類でも変わると思うので、お好みのとろみ具合になるまで加熱してください。じゃあね、こちらはまず2分加熱したいと思います。はい、今ね、2分加熱しました。そしたらもう一度よく混ぜます。でね、2分加熱してもね、まだちょっと水っぽい時は、もう少しね、加熱していきます。ちょっとね、これまだまだ水っぽいので、追加で3分から5分ほど加熱していきたいと思います。では加熱します。はい、仕上がりました。5分加熱して水分を飛ばしました。こちらはね、皆さん調整してやってみてください。仕上がりの目安なんですが、冷めると少しね、硬くなるので、理想のとろみ具合よりも少し緩いかなというぐらいで仕上げていただくといいかなと思います。そしたらですね、こちらを乾燥しないように、上にね、ふわっとキッチンペーパーをかぶせて、このまま使うまで置いておきます。それでは続いてホワイトソースを作っていきます。こちらもね、同じように電子レンジで作っていきます。まず耐熱のボウルにバターを入れてください。そしてこちらをですね、ラップをせずに電子レンジ 600W で30秒加熱します。はい、30秒加熱しました。そしたらですね、バターを一度全部しっかり溶かしてください。これでもし溶ききれない場合は追加で10秒ほど加熱してみてください。はい、OK です。それでは続いてここに薄力粉をふるって加えます。はい、ふるって加えました。そしたら泡立て器などを使ってダマができないようにしっかり混ぜてください。はい、OK です。このように滑らかになるまでしっかり混ぜましょう。それでは続いてここに牛乳を加えます。牛乳はですね、一度に加えるとこれもダマになる原因になるので、少しずつ加えてください。はい、まずちょっとですね、入れていただいて、そしてよく混ぜます。このようにしっかり混ぜたらまた加えます。そしてよく混ぜましょう。はい、そしてまた加えます。そして牛乳ぐらいのシャバシャバ具合になったら、残りの牛乳をすべて加えてください。そして混ぜます。はい、OK です。では続いてここに顆粒のコンソメを加えてください。そしてあと塩コショウですね、1つまみから2つまみぐらい加えます。そしてよく混ぜます。はい、OK です。それではここにふんわりラップをかけます。そしてこちらも同様に空気の出入り口を必ず作ってください。こちらを電子レンジ 600W で1分30秒加熱します。はい、1分30秒加熱しました。そしたらラップを外します。そしてもう一度よく混ぜましょう。まだね、ちょっとシャバシャバしている状態です。これね、一度に温めてしまうとダマになりやすくなるので、ちょっとずつね、加熱していきます。はい、でしっかり混ぜたらもう一度先ほどのラップをかけてください。そうしましたら今度は電子レンジ 600W で1分加熱します。はい、1分加熱しました。そしたらもう一度ラップを外して、そしてまたよく混ぜましょう。そうするとね、ちょっと下の方から固まってきます。これで1回ね、よく混ぜてください。だんだんね、とろみもついてきます。そしたらまたラップをします。そしてまた電子レンジ 600W で1分加熱します。は
はい、1分加熱しました。ラップを取ります。今ね、ところどころこんな感じで固まってる状態です。これをもう一度よく混ぜましょう。ダマができないようにね、しっかり混ぜてください。はい、 OK です。そしたらね、また同じようにラップをしてください。そしてまた同じように電子レンジ 600W で1分加熱します。はい、1分加熱しました。そしてラップを外します。今ね、全体がムラなくとろみがついた状態です。これをもう一度よく混ぜましょう。はい、 OK です。よく混ぜたら最後は仕上げです。もう一度ね、電子レンジ 600W で1分加熱します。この時もふんわりラップをしてください。はい、最後1分加熱しました。ラップを外します。そしてもう一度よく混ぜてください。はい、ホワイトソースはこれで完成です。最後ですね、味見をして味の濃さはお好みで調整してください。このようにね、少しずつ加熱することでダマもできず綺麗な仕上がりになります。はい、こちらも炊飯が終わりました。では開けます。オープン。じゃじゃーん。はい、こんな感じでね、美味しそうに炊き上がってます。それでは最後ね、グラタン皿に盛って仕上げたいと思います。それでは器の中にまずね、ご飯を入れていきます。今回の分量だと大きさにもよるんですが、だいたい3人前から4人前ぐらいになります。はい、こんな感じで敷き詰めてください。そしたら続いてここにホワイトソースですね。こちらをかけます。たっぷりかけましょう。このようにホワイトソースを全面にのせてください。そして真ん中にミートソースをのせます。はい、そしてこの上に粉チーズです。粉チーズの量はお好みでかけてみてください。それではこちらをですね、ホワイトソースのところにちょっと焼き色がつくまでトースターでこんがり焼いていきます。はい、こんな感じでいい焼き色がつきました。それではね、こちらにパセリを散らして仕上げたいと思います。はい、これでミラノ風ドリアの完成です。こんな感じに仕上がりました。このように焼き色もついて美味しそうに仕上がってます。最後ね、お好みでパセリを散らして召し上がってください。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。ではいただきます。美味しい。もうソースがすごく濃厚で、もうね、電子レンジで作ったクオリティとは思えないほどすごく美味しいです。このミートソースもコクがあってすごく美味しいです。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のミラノ風ドリアのポイントです。まず今回のレシピなんですが、電子レンジで簡単に作れる方法をご紹介しました。まずミートソースに関しましては、最初に玉ねぎを加熱して、その後材料すべてを加えて一度5分間加熱してください。その後一度取り出してよくかき混ぜてからまた5分加熱してください。あとはですね、お好みの水分量になるまでラップを外して加熱するようにしてください。このね、水分量を飛ばす時の加熱時間なんですが、レンジの種類だったりとか、あとはトマトの缶詰の水分量によっても変わってくると思いますので、様子を見ながら調整してみてください。目安としてはですね、仕上げたいミートソースのとろみよりも少し緩いぐらいですね、そのぐらいにしていただくとちょうどいいかなと思います。そしてこちらのミートソースなんですが、今回蜂蜜を加えてます。蜂蜜を加えることで独特のコクが加わってとても美味しい仕上がりになります。そしてホワイトソースを作る時のポイントです。ホワイトソースの薄力粉を加える時は必ずふるって加えるようにしてください。そしてダマができないようにしっかり混ぜて、その後ですね、牛乳を少しずつ加えてください。この時に牛乳を一度に加えてしまうとダマになる原因になるので、必ずね、ちょっとずつ加えてその都度よく混ぜるようにしてください。その後加熱するんですが、加熱する時も少しずつ加熱してその都度よく混ぜるようにしてください。そうすることでダマにならず、とても滑らかなホワイトソースに仕上げることができます。そしてご飯についてなんですが、今回はね、ターメリックを入れて炊飯しました。これはね、最
ゼリア風に仕上げたので、もしターメリックが苦手な場合は普通のご飯で作っていただいても OK です。あとは器にご飯をのせてホワイトソース、そしてミートソースをのせて、最後に粉チーズをかけて焼き色がつくまで焼いてください。あとはですね、サイゼリアみたいにトッピングで温泉卵をのせるのもおすすめです。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はミラノ風ドリアを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。